トランスミッター、新たな機能が追加されました。はい、どうも、しんです。本日もアークサバイバルアセンディットをやっていきます。本日はですね、アークの最重要項目、エングラムについて徹底解説していきます。先日コメントで ASA のエングラム気になるというコメントをいただきました。アークサバイバルアセンディット新アイテムも追加されまして、その中にはテックのアイテムも含まれます。後ほど詳しくご紹介しますが、それぞれエングラムの解放条件という部分もですね、気になるところではあると思いますので、今回初心者の方でもわかるように基本からエングラムについて徹底解説していこうかと思います。仕様変更が入っている部分もございますので、随時ご紹介していきますので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。普段ですね、アークについてトラップ動画、建築動画、冒険動画、ニュース速報的な情報発信であったり、チュートリアル、アークストーリーなど、アークを楽しむコンテンツをご紹介しております。ちょっとでも面白かったよとか、役に立ったよとかございましたら、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。では、本編、どうぞ。ではですね、まずエングラムについてご紹介していきます。アークにはですね、このようにインベントリーを開いていただくと、上のタブの左から2つ目、エングラムという部分があります。簡単に言うと設計図のようなものなんですが、このエングラムを取ることによって作成をしていけるというものになっています。レベルを上げることに覚えれるものが増えていくというものになりまして、インベントリーでレベルを上げていただくことによって、このようにエングラムポイントというのが追加されます。レベル2になったので、レベル2のものが覚えれるようになりました。ただ、レベル覚えたとしても、これ全部で9ポイントありますが、獲得が8ポイントになっています。すべてを覚えるということはできないので、レベルを上げつつですね、必要なものを取っていくということになります。これで今最大で105まで上げました。現状、初期の段階ではレベル上限が105となっております。その際に取得できるポイントっていうのが3494ポイントあります。各エングラム覚えていくことになるんですが、レベルで覚えるエングラムの現状の上限としては100になっています。ただし、レベル105まで上げたとして、すべてのエングラムを覚えるということはできません。なので、必要なものだけを取得していくということになりますし、特に初期の方であれば、トライブなどを組まれているのであれば、それぞれトライブメンバーなどで役割分担をしてですね、エングラムを取っていくと、効率的に進めれるというものになります。その他に、テックエングラムというものがあります。これは後ほどご紹介させていただきます。全部覚え切った場合なんですが、覚えていく際にですね、不要となってくるものが後々出てきます。例えば、サドルなどを覚えた場合、一つ作って一個あれば十分なサドルなどもあります。そういった場合にですね、料理の中にマインドワイプトニックというものがあります。説明にある通り、リアルタイムで24時間に1個利用することが可能です。ローカルの場合は設定で自由に使えるように変更することも可能なんですが、公式の場合はリアルタイムで24時間に1個ということになります。これでレベル1に戻りまして、一回全部忘れることになりますので、1から取得をし直すということになります。これによってソロでもですね、後々必要なくなったものを一回忘れて必要なものだけを取ることによってエングラムを取っていけるということになります。エングラム取得に関しては条件が3つあります。1つは先ほどご案内したレベル。必要レベルに達していないと、まずエングラム解放が解放されません。次にポイント。それぞれ取得必要なポイントがあるので、ポイントを持っていく必要があります。もう一つが、記載があるんですが、ものによってですね、必要なエングラムという前提条件で取っておかないといけないエングラムがあります。
例えばこの血液抽出用注射器に関しては、前段階で皮袋を覚えておかないといけないんです。ベッドの場合は、その前に寝袋を覚えないと覚えれないということになります。ただし、この場合ですね、寝袋を覚えていなくても、シンプルなベッドを選択する上で、ここに前提エングラム含めた必要ポイント数が出ます。寝袋3ポイントとシンプルなベッド8ポイント、合計で11ポイント必要になるというものがわかりやすく出てくれます。そしてシンプルなベッドを取得すると確認が入りまして、取ると両方いっぺんに取ることができます。なので前段階に戻って覚えてから覚え直さないといけないっていうことはないのでご安心いただければと思います。初期は順番に取っていくと思うんですが、後々覚えるのに1個取得すればその前提条件が取れますので必要なものだけ取っていただければいいです。ただポイントは必要になりますのでご注意いただければと思います。もちろん前提条件がないものに関してはそのまま取得することができますので、必要なポイントを取れるものということになります。制作可能なアイテムっていうところがありますので、これに関してはですね、前提エングラムではないんですが、取得することはできますが、釣りこぎ作らないと作成することはできないということになります。先ほどのように、すりこぎですね。作ってて忘れて、作成するアイテムだけ覚えれば、すりこぎのエングラム覚えてなくても作ることはできるということですね。次に、ソートに関してなんですが、まず右側、ここで各マップのエングラムを絞り込むことができます。基本アイランド。今アイランドしかないので一緒なんですが、アイランド色外していただくと、今ないんで何も出ないですが、このように色つけていただくと、それだけが出てくるというものになります。全部外れていれば、全部出てくるというものになってます。未習得のエングラムという鍵マークですね。押していただくと、取っていないものだけが表示されます。先ほどのシンプルなベッドとか寝袋は消えました。あとレベル1のやつですね。これで取っていないものだけを分かりやすく表示させることもできます。あと一番右、テックエングラムというのもソートをかけることができます。もう一つ検索手段として、ここに検索窓があります。これをですね、文字入れていただくことによって、このように検索することができます。ただしですね、今見ていただいた通り、現状ですね、仕様が変わったものであったり、新アイテムに関しては、まだ日本語翻訳されてません。特に顕在っていうところになってくると思うんですが、このようにですね、英語のものは英語で入力しないと出てこないということになります。半角ですね。ただ、全文入れなくても検索には出てきますので、例えば、ウッドであれば WO とか打っていただければ木のものが出てくるよと。メタルであれば ME で出てくるというものになります。現状ちょっとややこしいので、ただメタルで入ってないもの、金属って入っているものは出てこなかったりしますので、金属は金属で検索しないといけないので、ちょっとめんどくさいことになりますね。覚えていればフォルダ分けでできるので、制作の時はそんなに問題ないんですが、エングラムを覚える時に関してのソートとしては、見ていくのが一番いいのかなと思います。続いて、各通常エングラム必要レベルがこのようになっています。
以上ですね。新アイテムとしてピックアップしますと、通常の4分の1とかは普通の建材と同じレベルになってますので、それとは別にセラードア、こちらがまずレベル30になると、石のラージセラードアと木のラージセラードア、ベヒモスセラードアがそれぞれ獲得できます。レベル35になると、チビペットのディスプレイ用の台座が出てきます。金属のラージセラードアがレベル54、金属のベヒモスのセラードアがレベル58となっています。以上が一般のエングラムについてとなります。続いて、テックエングラムに関してなんですが、まずテックエングラム何かっていうと、超未来のですね、エレメントを使った便利なエンドコンテンツアイテムとなります。これの解放条件は通常のレベルと異なりまして、各ボスを倒していただくことによって対応のエングラムを解放していくということになります。アイランドの場合、ボスはブルードマザー、メガピテクス、ドラゴン、そして監視者がいます。各ボス、レベルがありまして、ガンマ、ベータ、アルファと難しくなります。それぞれブルードマザー、ガンマで解放できるもの、ブルードマザー、ベータで解放できるものと異なってくるんですが、上位のレベルをクリアすると、その下位のもの、例えばブルードマザー、アルファをクリアすれば、その前のベータ、ガンマのものも一緒に獲得することはできます。これは一度条件を満たせばですね、マインドワイプトニックとかを使っても忘れることはございませんので、ご安心いただければと思います。ここで気になってくる、どのボスを倒せば、どのエングラムが手に入るのかっていうところを、これからご紹介していきます。それではですね、ボス攻略だけなので、今回はですね、特別に出したぶっ壊れのレックス君でいこうかと思います。まず、ボス戦についてなんですが、各オベリスク、ターミナルを開いていただくと、このようにボス戦のマークが出てます。そこに必要なアイテムと、プラスサバイバーのレベルも必要となります。最低30以上ないとボス戦に参加することはできません。ローカルの場合は各ターミナル、緑オベリスクであればブルードマザー、青のオベリスクであればメガピテクス、赤のオベリスクであればドラゴン、テック洞窟はテック洞窟になっています。ローカルの場合は各オベリスクに分かれているんですが、公式サーバーなどに関しては、どのオベリスクからどのボスへも行くことができます。プラス、地球品クレートからですね、ボス戦に行くことも可能となります。ボス戦に行くためには、アーティファクトと上位のものに関しては、それぞれ各生物のですね、貢ぎ物が必要となりまして、必要数が異なってきます。ここで使用していただくことによって、ボス戦に参加できるというものになります。ボス戦に飛べる生物は、サバイバーが10人、生物が20参加することができまして、ボス戦に参加できない生物などもいます。それは各マップ、ボス戦の内容によって異なってきますので、基本的には飛行生物がいけないということになります。飛ぶまでには時間があります。するとボス戦出ますので、このまま倒していただくとボスクリアとなります。今回はですね、上に小さくエングラムの取得とかが出るようになってます。仕様変更としてですね、もう一つありまして、注意になるんですが、ボス倒した場合にエレメントなどが取得できます。トロフィーとエレメント。これは別でですね、生物ではなく、今のようにクレートで出てきますので、これを取得しないと取り忘れてしまいますので、ご注意ください。ブルードマザーのガンマの場合はエレメントが20個となります。解放されるエングラムはレプリケーター。これはどのボス倒しても手に入ります。土台、4分の1天井、三角土台、トライアングルルーフとなります。戻るまでの時間がありますが、今はちょっとバグってるんで出なくなってます。時間が経てば元の場所に転送されます。これが一連の流れとなります。転送する際なんですが、インベントリーを開いていたり、恐竜に乗っている場合ですね、バグが発生して転送されなかったりとかですね、落ちてしまう可能性がありますので、必ず生物から降りてインベントリーを開かずにおとなしく待ちましょう。あと旗が手に入ります。
この旗はランクに関係なく同じものになっています。続いて、ベータですね。ベータブルードマザーの場合は、エレメントが56個。解放されるエングラムは、天井、はしご、柱、壁、傾斜付きの壁、4分の1壁、柵土台、ルーフ、あと、テックブーツが解放されます。続いて、アルファ。アルファブルードマザーの場合は、エレメントが148個手に入ります。解放されるエングラムは、モササウルスのテックサドル、テックヘルメット、テックタレットとなります。以上がブルードマザーとなります。続いて、青のベリスク、メガピテクスとなります。ターミナルまで戻らないといけなくなったので、これがめんどくさいですね。メガピテクス、ガンマに関しては、エレメントが40個手に入ることになります。解放されるエングラムが、ドア、テックガントレットになります。続いて、ベータ。メガピテクスベータに関しては、エレメント110個、解放されるエングラムが、テックゲート、ゲート枠、テックジェネレーター、テック餌箱、テックライフル。ここでテックのラージセラードアが出てきます。続いて、アルファ。アルファメガピテクスは、エレメント220個になります。ちなみに旗は倒した段階で手に入ります。解放されるエングラムが、レックスのテックサドル、4枚壁、テックグレネードになります。以上がメガピテクスです。続いて、ドラゴンのガンマ。ガンマ、ドラゴンに関してはエレメントが80個になります。解放されるエングラムが、巨大恐竜のメガロドンのテックサドル、タペアラのテックサドル、そしてテックレギンス。ここでスモールのテックテレポーターが手に入ります。ベヒモスのテックセラードア。続いてドラゴンベータ。ベータドラゴンに関してはエレメント220個になります。解放されるエングラムがテックトランスミッター、テックフォースフィールド、テック専用ストレージ、そしてミディアムのテックテレポーターが手に入ります。では、ドラゴンアルファ。アルファドラゴン、エレメントが440個。エングラムが、ここでラージテックテレポーターが手に入ります。あと、テッククローン装置ですね。テックチェストピース。ここまででテックエングラム解放してきたわけなんですが、一つだけ解放できていないものがあります。テック双眼鏡ですね。これに関してどこで解放するかっていうのが、その答えがここにあります。テック洞窟前に来ております。テック洞窟なんですが、表示バグでですね、このようになります。多分このせいでこの辺重たいんだと思うんですが、今回挑戦するのがアルファになります。それぞれこちらもガンマ、ベータ、アルファとあるわけなんですが、それぞれレベルの上限も解放できます。ここ少し仕様変更になっているので、ちょっと見せようかとは思うんですが、ただしですね、やはりアイランドの最終コンテンツでもありますので、見たくない方はですね、終わってから解説しますので、そこまで飛んでいただければと思います。チャプターは切っているので、そちらで飛んでください。見たい人はこのままご覧いただければと思います。テック洞窟はスキップします。少し雰囲気が変わっておりますね。こういう雰囲気になっております。
進むごとに明るくなるようになってますね。ちゃんとした観光はまたしようかと思っておりますので、このまま行きますね。Is this what happiness felt like? Love? No. This is more like pride. Yes, that's it. I'm proud of you, Survivor. You've accomplished what few have. You've ascended. I once did too, when I was her. Helena. She was an explorer too. And like you, she traveled the arcs and discovered their secrets. You're following in her footsteps. Keep going. Discover what became of Helena and her friends. Survive the many challenges ahead, and you'll find me here waiting for you. Together, we may yet be able to save our world. これで全てをクリアしたことになります。テック洞窟アルファをクリアすると、テック双眼鏡が手に入ります。合わせて仕様変更というのが、テック洞窟監視者クリアすると、このようにチビペットも手に入るようでございます。ここも仕様変更となりますね。
それで全ボスを倒してテックエングラムが手に入るというものになっております。さすが双眼鏡は最後の監視者を倒さないと手に入らない貴重なアイテムとなってますね。以上がテックエングラムの解放でした。はい、ではいかがでしたでしょうか。本日はですね、エングラムについて徹底解説させていただきました。やはりエングラムを覚えてですね、制作をしていかないことにはアーク進めることができないものともなっておりますので、ぜひご活用いただければと思います。また ASA ですね、新アイテム実装されておりまして、現状イベントまではチビペットの解放もですね、テック洞窟攻略ということになってきますので、エングラム解放とともにですね、集めていただければいいのかなと思います。ちなみにチビペットのディスプレイになってます。少しサイズも小さくなるんですね。合わせて仕様変更についてなんですが、テックトランスミッター新たな機能が追加されました。それがですね、起動しなくてもいいんですが、このようにボス戦に行けるようになりました。エングラム取得してないと使えないみたいなんですが、ドラゴンデータクリアしましてトランスミッター手に入れればですね、直接拠点からボス戦に飛ぶことができるようになってます。ただし気をつけないといけないのが、拠点内でやる場合ですね、連れて行かない子が枠内に入っていないかどうか確認が必要になってきますので、そこだけご注意いただければと思います。ということでですね、エングラム解放の条件も分かったことで、一覧としてはこちら。ぜひですね、欲しいものをめがけて準備をしていただいて、ボス攻略していただければと思います。次回はですね、ちょっと建築を触ってみたいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。では本日は以上となります。アークについて困ったことがあれば、ここのチャンネルに来れば解決できるチャンネルを目指して頑張っておりますので、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。応援したいよっていう方はメンバー登録もよろしくお願いいたします。その他、Twitter や Discord などアークに関わる情報発信、コミュニティなども行っておりますので、詳しくは説明欄ご確認いただければと思います。また次回お会いいたしましょう。バイバイ。